私もパーティーに。お前は行けないんだってな。何でもいつもの女友達とクリスマスやるんだってな。みんなで楽しい夜にしようや。今日はコトコに紹介した人がいるんだ。彼氏2人ともいつの間に。結局裏切られた。こんなことなら私もおじさまのパーティーに行けばよかった。この辺りも空き巣が出るって言うからね。何すんだよ。お友達とパーティーするんじゃなかったのかよ。あるよ。え？ケーキ。偶然とはいえ初めてのクリスマスらしいクリスマスを入江くんと二人きりで過ごせるなんて夢みたい。ごとこ待っとれよ。ごちそう持ってったるでな。なんかクリスマスって感じ。なんや暗いな。入江くんと二人で過ごしたクリスマスイブは最高に楽しかったけれど、それは特別なご褒美みたいなもので、私と入江くんの関係は何も変わらないまま、季節が過ぎ年が変わり、再び春が巡ってきて私たちは無事大学2年生に進級。都南大学は新入生たちを迎えようとしていた。テニス部第54代部長須藤です。それではね、前途ある新入生を代表して一言ご挨拶承りたいと思います。どうぞ。今年から都南大学の法学部に入学しました松本彩子です。昨年の全国高校大会女子の部で優勝しました。大学での目標は全国大会を制覇すること、それと直樹さんのハートをゲットすることです。よろしくお願いいたします。あなた妹にどういう教育してんのよ。私が聞きたい。ま、こんな余計な新入生も入ってきちゃいましたが、私たちもいよいよ2年生か。なんか先輩って言われるの変な感じだね。ねえ、でもまだなんか新入生気分抜けないな。って何熱心に読んでんの、さとみ。私明日からこの雑誌の編集部でバイトすることになったの。ほら、そろそろ就職のこととかいろいろ考えないといけないじゃない。前から女性誌の編集部で働きたいって思ってたんだよね。それで何度も売り込みに行ってたんだけど、やっと認めてもらえて。すごいよさとみ。まあ最初はお茶組とか雑用ばっかりって言われてるけどね。でもやっとスタートラインに立てたって感じ。頑張るよ。コトコは将来どうすんの？もしかして卒業と同時に入江家に嫁入り？いいじゃん。まさか。でも今まで仕事について具体的に考えたことなかったな。そろそろいろいろ考えて動き始めた方がいいよ。そうだよ、のんきすぎるよ。来年には就職活動始まるんだから、いろいろ下調べしたり動き始めないと。私はレコード会社か音楽のプロダクション入りたいんだよね。へえ。あ、さては楢崎くんの影響？まあ最初は彼のことを応援する一心だったんだけど、どんどんインディーズの音楽に興味出てきちゃって、世界で通用するようなバンドを発掘できるような仕事したいなと思って。ああ、そっか。
私の将来の夢って。そういうことじゃないってば。わかりやすい。みんなはいつの間にかそれぞれの夢に向かって動き始めていた。私は、私の将来の夢ってなんだろう。ねえ気づいてる？私はアップデートしているよ。いつか届きますように。本当の気持ちってどこにある？避けられても好かれてもいないなんてつまんないでしょ。こんなに何度も同じこと考えてる。半分でもいいシェアしてよ。きっと報われない努力数えるより明日の作戦を立てりゃ今すぐ飛び出せる。アップデートしてね。いたずらっ子のような毎日をリファイアンちゃわかんない。でもやっぱいっぱい好きで気づいて私はいつでもアップデートしているよ。いつか届きますように。ねえ気づいてる？私はアップデートしているよ。ちっちゃい心配止まんないけど絶対追いつきたくって早くデートしたい。いつかベストカップルなれるかな。リファイアンちゃわかんない。でもやっぱいっぱい好きで気づいて私はいつでもアップデートしているよ。いつか届きますように。それでね、ことこちゃんとお兄ちゃんの進級パーティーをしようというわけなのよ。じゃあその日、入江くん帰ってくるんですか？もちろんよ。主役のいないパーティーなんてある？なんか久しぶりですね。入江くんがこの家に帰ってくるのも。でしょう？もう楽しみ。ことこちゃんもそろそろ勝負をかけないとね。だって新学期よ。学校にはまた新たなライバルが入学してきたじゃないの。うかうかしてられないわよ。噂はいつの間に。まあ確かにちょっとばかし可愛いし、テニスの腕もお姉さん以上なんでしょうけど、大学での目標は全国大会を制覇すること、それと直樹さんのハートをゲットすることです。こんな子は全然ダメ。この子は意外と試練に弱いタイプ。何かあったらコロッとお兄ちゃんから別の男に乗り換えちゃうわよ。何があっても一途にお兄ちゃんを追いかけることこちゃんのようなしぶとい根性は全然ないんだから。それ私褒められてるんですかね？頑張ってねことこちゃん。もう2年生、今年は20歳になるんだから、もう子供じゃないわ。家族になるという将来に向かって大きく前進する年にしましょうよね。
入江さん、お待たせしました。先日の検査の結果をご説明します。よろしくお願いします。ごゆっくりどうぞ。いやー、珍しかね、いりちゃんが一人で店に来てくれるて。たまにはね、一人で飲みたい日もあるとよ。おあ、悪いね。やっぱ愛ちゃんの料理で飲む酒は最高にうまかね。よか店やね、しかし。ああ、愛ちゃん。愛ちゃんはさ、この店いずれはどうしようと思っとうと？お弟子さんに継がせると？それとも琴子ちゃんに婿でも取るとん？金之助、いつもみたいに琴子の婿になってこの店継ぐんやと乱入しないのかよ。まあいずれは小田原も金之助も独立させて自分の店を持たせてやりたいとは思うようとよ。料理人っつうたら自分の名前の店持つっちゅうのはこれやけの。でもそしたらこの相原はどうなると？後継ぎっちゅうても琴子はあの通り料理音痴やけの。この店は俺一代で終わっても仕方がないと思いとうよ。なあ、ここまで素晴らしい店にしたのにからは。まあ出来の悪い娘を持ってしまった宿命ったい諦めるしかなかと。ばってんあれやろ、向こう取るっちゅうのはありやないかね。実際のとこほら、あの金之助君っちゅうのは高校時代からずっと琴子ちゃんのことを思っとったやろ。まあここだけの話、金之助は確かに腕がええ。この店ののれん守っていける板前に成長する可能性は大いにあるやろ。それやったらばってんそればっかりは琴子の気も次第やけん。まあエリちゃんもそうやろうけど、俺は今まで自分の好きなようにやらせてもらってきたけんくさ、自分の娘に店ののれん守るために俺の選んだ料理人と結婚せたよう言えんばい。まああんな娘でもね、もらってくれるっちゅう物好きがおるんなら、琴子のことを好きな男と添い遂げるんが一番って思うとうとよ。本当ね。はいはい、ごめんよ、ごめんよ。すいません。伊之助、どうしたの？具合悪いか？よし、ちょっとゴミ捨て行ってきますわ。あ？なんやお前らしないぞ金之助。どないしたんや。なんやこのモヤモヤした気持ち。よいしょ。お、来ましたね。
ぱり息子に会社を継いでほしいっちゅうのは俺のエゴなんかね。直樹君のことね。どうも乗り気じゃなかことあるね。ああ、万が一直樹君がダメでもゆき君がおりたい。立派な男んか2人もおるんやけ。ことこしかおらん俺とはわけが違うばい。大丈夫て。勇気じゃ遅いとよ。え？里見遅いね。授業始まっちゃうよ。この時間だよ。ギリギリセーフ遅かったね。昨日の夜バイトですっかり遅くなっちゃって寝てないんだ。徹夜なの？大丈夫？全然大丈夫。入校前の編集部ってすっごいんだ。もうみんなフル稼働って感じ。それでみんなが動けば動くほどどんどん記事が良くなっていくのが素人の私にもわかる。いや雑誌って生き物なんだね。もうその場にいるだけですっごいワクワクするの。本当にやりがいがある仕事なんだ。すっごいわかる。もうやばい。人口大好き。社会でそういうことなんだよね。そうなんだよ。寝なくても全然大丈夫なの。全然平気。私も全然平気だと思う。ね、この興奮伝わる？やばい。疲れた。お腹すいた。あ、みんなお昼どうする？学食今日も行く？あ、ごめん、私午後からバイトだから行くわ。私も音楽会社の王子の人とランチなの。だからごめんね。うん、そっか。うん、じゃあまた。じゃあまた明日。またね。バイバイ。バイバイ。じゃあね。バイバイ。バイバイ。金ちゃん。これ食べてみてくれへん？いいけど何これ？今度なわしの料理相原で出してもらえるかもしれへんね。そんで金ちゃんのお料理お店で出すの？すごい。まだ一皿だけや。しかも先付けの皿に前に出すほんまお通しみたいな一皿や。それも大将に試食してもらって OK が出たらっていう話やし、わしみたいなもんが一人でコース出せるようになるのにはまだまだ何年もかかるんや。でもすごいよ。褒めるんは味見してからにしてくれや。では早速いただきます。いただきます。あかんか？わし味付けしくじってしもたか？すっごい美味しいよ。金ちゃん高校の時からお料理得意だったけど、その時とは全然違う。なんかプロの味って感じ。ほんまか？せやけどその割には浮かん顔しとったで。なんかみんなすごいなって思って。前から女性誌の編集部で働きたいって思ってたんだよね。いや雑誌って生き物なんだね。もうその場にいるだけですっごいワクワクするの。本当にやりがいがある仕事なんだ。私はレコード会社か音楽のプロダクション入りたいんだよね。どんどんインディーズの音楽に興味出てきちゃって、世界で通用するようなバンドを発掘できるような仕事したいなと思って。金ちゃんもジンコもさとみも自分のやりたいことを見つけて将来の夢に向かって動き出してるのに、自分だけまだ何にも見つかってないなって思って。人には人それぞれペースがあるんや。
ことこはことこのペースを見つけたらええねん。ねえ、金ちゃんが料理やろうって決めた時どんな感じだった？どうして自分のやりたいことはこれだって思ったの？どうやったかな。いや、こんなん頭で考えることとちゃうな。人を好きになるのと同じや。人を好きになるのと同じ？せや、誰かを好きになるとき頭で考えんで自然にわかるやろ。ああ、自分はこの人のこと好きなんやなって。それと同じや。難しいこと考えへんでもドキドキして楽しいってずっと一緒におりたいと思うやろ。それと同じで気ぃついたらやりたいことやっとったっちゅう感じやな。そっか。でも好きな人のそばにいられる仕事がやりたいっていうのとやりたいこととは違うよね。え？例えば私の好きな人が社長さんだったら私は秘書になりたいって思う。私の好きな人がパイロットだったら私は CA になりたいって思うし。テニスプレーヤーだったらスケジュールを管理するマネージャーさん。大学教授だったらアシスタントとして研究を手伝ったりそんな風に将来の職業を想像して夢見ることはあるんだよ。でもこの夢には難点があるの。好きな人の仕事によって私のやりたいことがコロコロ変わっちゃう。それって本当にやりたいこととは違うよね。とても将来の夢とは言えないよ。金ちゃん？ああせやったら好きな人が板前さんやったらことかは店の女将さんやな。誰かの夢を支えるために生きるっちゅうのはええこっちゃ。男はなそういう女を幸せにしてやりたいと思うもんや。ことこはええ女将さんになれると思うけどな。もう金ちゃんからかわないでよ。もうあ、これもらっていい？うん。いただきます。プルプルおいしい。あ、ここだ。就職活動支援コーナー。
人を好きになるのと一緒で自然にわかるかとは言われても焦るよな。入江くん何の本読んでたんだろう。自分がやりたいことを見つけるために自分の力だけで生活してみたいって思ったんだ。あのままずっと家にいて大学出て親父の会社継いで本当にそのままでいいのかなと思って。それじゃあ親の敷いたレール通りに生きてるだけじゃん。なんか私だけ置いてかれてる気分。入江くんが勉強してるなんて珍しい。ああ、第二外国語授業の予習？これ医学書じゃない。どうしたの？どういう風の吹き回し？直樹、そして琴子ちゃん、大学2年生進級本当におめでとう。乾杯。ありがとう。本当にありがとうございます。こんな素敵な席も設けていただいて。いや、勇気もいよいよ5年生だな。中学受験のための勉強も本格的になるからな。頑張りたまえよ。僕お兄ちゃんと同じ都内に行く。それでもちろん A 組になってお兄ちゃんみたいに一番になるんだ。おお、頼もしいじゃないかな、入江ちゃん。お食事しましょう。ほら食べて食べて。はい、いただきましょう。すごいぞ、これはママの特製手まり寿司。この大根は可愛く切ってますね。あら、もうプロの方に褒められた。恥ずかしいわ。さあ、お兄ちゃんも勇気もいっぱい食べてね。ほら、これもこれも。はい、これどうぞ。絶対これ美味しいよ。これも食べて。これも食べなくちゃ。そんなにいっぺんに食べられないよ。だってもうビタミンとかカルシウムとかちゃんと取ってるのが心配で。ほら食べて。まあ直樹も子供じゃないんだから。ほら、ママもシャンパンどうぞ。あら、パパありがとう。今日は飲んじゃおうかな。飲みなさいよ。おばさんも入江くんがいるからなんか嬉しそうだね。じゃあ看板娘。まあ、ゆき食べてね。お腹いっぱい。ことこそんなに食うと太るぞ。自分だって食べてたくせに。僕はいいんだよ。これから背が伸びるんだから。お前はこれから胸が大きくなるわけじゃないだろ。
何顔された。やっぱり家族みんながそういうのっていいよね。お家が一番よ。いや家族でもないのにご一緒させてもらって申し訳ないですな。何言ってるんですか。あやはさんだって家族同然じゃないですか。まあことこちゃんとお兄ちゃんのこと私はまだ諦めてませんからね。ねえお兄ちゃんまだ一人暮らし続けるつもり？もう十分満喫したでしょ。そろそろうちに戻ってらっしゃいよ。そうだよお兄ちゃん。ねえそれでことこちゃんとお兄ちゃんが結婚して本当の家族にね。酔っ払ってるのかおふくろ。飲みすぎだぞ。酔ってなんかないわよ。ねえことこちゃん。私にはまだ結婚は早いですよ。あらどうして？パパと私が結婚した時はことこちゃんと同じ19歳の時だったんだから早すぎるなんてことはないわよ。ごちそうさま。じゃあ俺そろそろ帰るから。あらそうだよね。私の存在ってやっぱり入江君にとっては迷惑なんだよね。直樹ちょっと待ちなさい。今日は話したいことがあるんだよ。書斎まで来てくれないかな。頼む。あ、ママも一緒に来てくれるかな。ママにも聞いといてもらいたい話なんで。ごめんね。ごめんなさいね。ちょっと外しますけど、お茶出してゆっくり探しててね。ね。そうね、すいません。はいはい。何？直樹、お前将来のことはどう考えてる？今日はお前の本音を教えてほしいんだよ。まあもう分かってるだろうけど、私はお前を正式にうちの会社の後継者として考えてる。大学を卒業したらそのままうちに入社してほしいと思ってるんだよ。うん、私もそれに賛成よ。お前はまだ大学2年生だけど、仕事を覚えるのは早いに越したことはない。だから例えば夏休みとかそういうのの長期の休暇を利用してそろそろうちの仕事を覚えてもらったらいいんじゃないかなと思ってる。うちの経営についてお前の意見も聞きたいしな。遅いなお兄ちゃんたち。何話してんだろあ、ことこ3人にお茶でも持ってってやるな。う。うん、分かった。どう思う直樹？親父の会社を継ぐかどうかは今すぐ結論は出せない。もう少し考える時間が欲しい。考える時間は十分にあったはずよ。パパの会社のこともことこちゃんのことも。ママ、今はことこちゃんのことは。いいえ、これだって大事なお兄ちゃんの将来の話よ。私はね、誰でもいいと思ってお兄ちゃんにことこちゃんを勧めてるわけじゃないのよ。お兄ちゃんがパパの会社を継ぐならことこちゃんは理想のお嫁さんだと思うのよ。ねえパパ。確かに企業を経営するのは並大抵のことじゃない。家族の支えが絶対に必要だ。だから直樹のことを考えてくれて、直樹を支えてくれて、そして周りの人たちに愛されるような人が一番だと思う。結婚っていうのは惚れた腫れただけでやっていけるようなもんじゃないからな。そういう意味では
琴子ちゃんは確かに理想的なお嫁さんだと私も思う。だけど一番大事なのは直樹の気持ちだ。お前の考えを聞かせてくれ。どう思う直樹？どう思うも何も親父もおふくろも自分たちの思い通りになるように仕向けてるじゃないか。俺に選択させるふりをして結局俺の進む道は勝手に決まっちまってる、最初からね。そんなの汚いよ。汚いだなんて。お兄ちゃん、パパに向かってなんてことを言うの。パパはあなたのことを考えて。俺のことを考えてるんじゃなくて自分のこと心配してるだけだろ。なんてことを。おふくろだってそうだ。琴子のこと気に入ってるからって俺の気持ちは無視して闇雲にひっつけようとしてるだけじゃないか。だからそれはさっき言ったでしょ。私が琴子ちゃんをいいなと思うのにはそれなりの理由があるのよ。それにお兄ちゃんと琴子ちゃんはお似合いのカップルだなと思って。いい加減にしろよ。職業選択はおろか恋愛まで自由にさせてくれないなんて。だからこんな家にいたくないんだよ。こんな束縛される家。ママ落ち着きなさい。ごめん、私。入江君、入江君。琴子、お兄ちゃんどうしたの？で何があったんだ？なんでもないの、なんでも。これ入江君のコート。私コート渡してくる。入江君、コート。ああ、入江君、そっち駅じゃないよ。ちょっと散歩。さっきは悪かったな。身内な醜い言い争い見せちゃって。ううん、私こそ立ち劇みたいになっちゃってごめん。でもおばさまカッとなっちゃっただけだと思う。ほら入江君って普段何も言わないじゃない。思ってること口に出さないっていうか、だからみんなやきもきしちゃったんだよ。入江君の本音が分からなくて、それで焦っちゃって不安になって、だからあんなことになっちゃったけど、でもおじさまもおばさまも本当は入江君のことを一番に考えてる。それは間違いないと思う。でも入江君の気持ちもわかるよ。一度きりの自分の人生だもん。何をするかは自分で決めたいよね。うん、そうだ。きっとそうだよね。お前いつか言ってたよな。大学は自分がやりたいことを見つけに行く場所だって。うん。見つかったのか？情けないことにまだなんだよね。金ちゃんはもちろん仁子も里美も自分の道に向かって歩き始めてるのに、私は全然。いつも頭の中は入江君のことばっかりで。
自分が情けないよ。金ちゃんに言われちゃったんだ。本当にやりたいことに出会ったら考えなくても自然とわかるって。人を好きになるのと一緒なんだって。でも出会うまでに不安になっちゃうよね。そうだな。だから入江君はすごいと思う。もし私がお父さんにあんな風に店を継ぎなさいって言われたら流されちゃうと思うんだ。だけど入江君は流されなかった。だから仕事だけじゃない、恋愛も。職業選択はおろか恋愛まで自由にさせてくれないなんて。流されないで入江君が望むように、一番いいように。誰を好きになるかなんて理屈じゃないもん。どんなにこうした方がいいって周りから言われたって、好きになれない人だったら仕方ないよね。入江君が本当に好きな人と幸せに。俺医者になりたいんだ。え？今度医学部の編入試験受けようと思ってる。俺に向いてるかどうかは分からないけどちゃんと勉強してみたい。人の命って一瞬の判断にかかってるんだって。ちょっとしたことで簡単に治せるものも治せなくなっちゃう。俺も怖かった。今まで命なんて神様が決めたもんで、人にはどうにもできないって思っていたから。医者は俺が生まれて初めて興味を持った仕事なんだ。どうしてそのことをおじさまに言わなかったの？さっきまで自分でも迷ってたし。さっき？じゃあいつ決めたの？今散歩してたらかな。でもまだ親父はおふくろには言いたくないんだ。どうして？ちゃんと準備して具体的に行動に移せる段階に入ってから話したい。だからことこもこのことまだ誰にも言うなよ。分かった。でもなんでそんな大事なこと私に話したの？さあなんでだろうな。駅？なんで？さっき違う方の道にいたはずなのに。目的地にたどり着くためにはいろんな道があるっていうことなんじゃねえの？たとえ回り道に見えてもそこで大事なことに気づく場合もある。じゃあな、ことこ。
な大事なことなんで私だけに話してくれたんだろう。入江君にはどうにかできちゃいそう。いろんな薬発明したり、お医者さんになって病気ペロって治したり。家族なんだからたまにはぶつかり合う時だってあるさ。それにしたってママ大事な話があるんだ。本当は直樹にも話をしておきたかったんだけど、実はリリちゃん、どうしたの？パパ、しっかりして。もう。リリちゃん。しっかりしてよ。パパ。伸びすぎた前髪を風がそっと揺らす。まだ少し肌寒い夕暮れ帰り道だ。突然胸に咲いたささやかな幸せを思う。気づけばいくつもの巡りゆく季節を越えた。たくさんの涙も流したし嫌いもしたけど、何よりもかけがえのない時間を笑顔を今日もありがとう。たくさんの涙も流したし嫌いもしたけど、何よりもかけがえのない時間を笑顔を明日もきっと思い出も未来も抱きしめた壊れないように、ずっと誰よりもそばであなたと一緒に歩いて行きたい。今は私が社長代理です。パパの会社はどうなるの？親父の会社は俺がママだよ。御社への出資についてのご相談なんですが、このままでは吸収合併されてしまうかもしれません。新婚さんみたい。こういう時ってことこと入江の心も近づくかもね。松本さんが入江君に告白する。もしかしてことこのこと諦めたの？アホ抜かせ。直樹、見合いをしてみる気はないか？会社にとっても好都合なんですよね。俺が会社を継げば全て解決する。諦めちゃうの？お医者さんになりたいって。